今回はチャプター5に登場するであろう歌に関する動画になります。ポピープレイタイムといえば、これまで数多くの印象的な音楽や、いわゆる神曲と呼ばれる楽曲が生まれてきました。It's プレイタイムを耳にすると、寒い時期に動画を制作していた頃のことを思い出し、懐かしい気持ちになります。チャプター1の時点では、ポピーがあのような姿になるとは、誰も想像していなかったのではないでしょうか。今回は、そんなポピープレイタイムの音楽に焦点を当てた考察です。少しでも参考になったと感じていただけたら、高評価で教えてもらえると嬉しいです。歌手募集について、以前、モブは歌手の募集を行っていました。私は完全に忘れていましたが、コメントで教えていただき、思い出すことができました。ありがとうございます。募集内容は、自宅にスタジオ環境がある男性テノール、女性ソプラノ、そして子供の3名です。この募集は、チャプター5のどこかで歌が使用されることを示唆しており、それに伴う歌い手の募集だった可能性が高いと考えられます。では、なぜこのような、いわばゆるぼ形式が取られたのでしょうか。通常、歌手のオーディションであれば、課題曲や応募者の得意曲を基準に選考が行われます。そして最終的には、オリジナルソングでの起用を前提とするケースが一般的です。しかし、今回の募集にはいくつか違和感があります。追加の二次募集が行われていない点から考えると、すでに選考は完了しており、募集されていた3名は決定していると見るのが自然です。ここで疑問が生じます。もし、その3名が、モブ側が想定していたオリジナルソングのイメージと合わなかった場合、どうするのでしょうか。この点を踏まえると、そもそも3名に歌ってほしかった曲は、難易度の高い楽曲ではなく、誰でも知っていて、誰でも歌える曲だった可能性が高いと考えられます。その結果として、このような募集形式が取られたのではないでしょうか。つまり、想定されているのは同様です。子供の募集が含まれている点から見ても、子供でも無理なく歌える曲であることが伺えます。チャプター4との共通点、ポピープレイタイムのチャプター4では、実際に童謡の概念が登場しています。この時使用されていた童謡は、ヘッド・ショルダーズ・ニーズ・トゥーズでした。この曲は、単なる演出ではなく、パズルを解くためのヒントとして機能していました。そのため、この童謡が再び登場する可能性も十分に考えられます。第2ラボで使用されていたことを踏まえると、第1ラボでも使われている可能性は否定できません。ただし、今回の歌手募集は、一度に3名を想定したコーラス形式の募集であるように見えます。この点は、チャプター4での使われ方とは少し性質が異なります。さらに、現在判明している情報を見ていくと、光る星のモチーフが複数回登場していることが確認できます。これらの要素を総合すると、童謡の中でも、現時点で最も整合性が高く、候補の中では最有力と考えられるのが、キラキラ星ではないでしょうか。蓄光発光する T シャツに描かれていた星の装置、ポピーのケースの部屋で流れていた子守歌、そして、地下にあるはずのセーフヘイブンで、なぜ夜という時間帯を把握できていたのか。これらは一見するとバラバラの要素に見えますが、いずれも光、星、夜、歌といった共通したモチーフで結びついています。単なる演出や雰囲気作りとして片付けることもできますが、ここまで重なっている以上、偶然とは考えにくい部分もあります。これらの描写は、チャプター5で明かされる事実に向けて、あらかじめ配置されていた伏線である可能性もあるのではないでしょうか。今からチャプター5が楽しみですね。